やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。なんだか最近高価格帯商品のレビューが多い気がするけど、このチャンネルの起源は低価格モデル。今回紹介するのは、CCA の新作、CXS。先日は、同じく CCA の HM20 を紹介したけど、今回は低価格系だ。CCA は、低価格マルチドライバ市場をぶっ壊して、現在の形を作ったと言っても過言ではない。中華マルチドライバの有名ブランド、KZ の姉妹ブランド、KZ の先行モデルみたいなものを発売してみたり、独自のものを発売してみたり、KZ とはちょっと違うモデルを発売してみたり、全くチューニングが同じ、デザイン変更版を発売してみたりと忙しい。おそらく、前回の CCA HM20 と、今回の CCA CXS は CCA 独自のものになるんじゃないかな。今回登場した CCA CXS は CCA があんまり出さない全金属シェルで作られたイヤホンで、その特徴的なデザインが話題になりがちだけど、音質的にも結構注目ポイントは高い。とはいえ、一番最初の障壁は、その独特なデザインによって起きる、装着感の不安だけど、実際装着してみると、一般的なスリムな耳掛け型、といった塩梅で、特に装着感には問題なし。金属製のハウジングは若干重量があって、話題になってるだろう。後方の謎の穴の周辺は、装着感を改善するための空間以上の意味は持たない。ブロン A8 という空洞だらけのイヤホンが以前あったけど、あそこまで露骨ではないけど、基本的にはデッドスペースで遊んでる、くらいの認識でいいだろう。ただ、あちらは一部を除いて樹脂製だったのに対し、こちらは金属製なので、常識の範囲内でシェルが重くなり、静心しやすくなってる点には注目したい。若干重量はあるものの、基本的には、扱い、形状なんかは常識的な範囲だ。付属のイヤーピースなども、普段の KZ、CCA 製イヤホンと同じなので、実際使ってみて、不満を感じるような要素はないはず。付属品もいつもと同じ。今回、CXS に付属するのは、最近見慣れた銀メッキタイプではなく、純銅タイプのケーブルだな。これでも高音域は十分元気なので、こっちの方が相性が良い、と判断されたのかもしれない。CXS に採用されているのは、CCA 曰くレジェンダリーな 10mm ダイナミックドライバー、10mm 波 KZ、CCA のみならず、低価格中華イヤホンで数多く採用されているサイズのダイナミックドライバーだ。ダイナミックドライバーは、このチャンネルをいつも見ている人なら説明不要かもしれないけど、世界で一番普及している、安くて手に入りやすくてメリハリがつけやすくて1台でもイヤホンとして成立する、万能選手みたいなドライバーだな。ただし、KZ 系のドライバーはそういったうぞうむぞうとは異なる特徴がある。とにかく低音がエグいくらいにごついこと。一時期は新モデルが出るたびに教育を終えたゴリラみたいに進化するありさまで、野生のゴリラ、小卒のゴリラ、中卒のゴリラ、高卒のゴリラと順当に進化してたからな。最近はゴリラ一辺倒だけじゃなくて、他のバランスのイヤホンも出してきてるけど。この音の理由は、KZ 系が KZZSN プロ以降レギュラーで採用している、二重磁気回路のせいなところが大きい。めちゃくちゃざっくり言うと、二重にドライバーの振動板を動かす回路を配置して、振動板の震える幅をダイナミックにでかくしたら、その分音すごくなるんじゃねという代物。確かになったよな。低音が、特にサブベースが、単純に振幅がでかくなったので、その分ベース、サブベース、そして空気の震えとでも言うような、臨場感が特別強いのが、KZ 系の特徴だ。一時期普及したサブウーファー付きイヤホンよりも臨場感があったりするほど。ただ、KZ はパワーを制御する方法を学び、結果的に、現在は、それらの低音の量感を保ちつつ、高音域側も綺麗に表現するモデルが連続してるわけだけど、CXS には、新しいレジェンダリーな 10mm ダイナミックドライバーが採用されている。公式の商品紹介画像には、$1000オーバーのソニーの Z1R やら、オーテクの IEX1 やら、エクセレントリモートやら IE900 やらの周波数特性とともに、CXS のそれが表示されている。日本人には苦笑いで迎えられそうなプロモーションではある。そこら辺の強気な潜在は置いといて、$20ちょっとのイヤホンとして、このイヤホンを見た時の評価を下していこう。ここまでの事前情報だと、あたかも高級機のような深みと精度を持ったイヤホンのように思えるんだが。まあ、届いた時点で思いっきり深い傷がハウジングについてた点は見逃しとくとして。その音色は、バカ野郎思いっきりド派手じゃないかこれ。超濃厚なベース、サブベース、振動板が大きく動いてるのが体感できる、強烈なベースの圧力。その上に乗っかる、爽快感重視の中音域から高音域、DQ6SO より閉じ込められた部屋で聴いているような、低音から逃げられない感じ。それでいて、サクサク高音域も鳴ってくれる。なんかちょっとやけくそさすら感じる KZ 臭さ。エクセレントリモートとの比較はどこ行ったよ。
久しぶりにシンプルにゴリラなイヤホンだこれ。レジェンダリー 10mm ドライバは、確かにレジェンダリーな部類だと思う。こんだけ思いっきり低音をうまくぶん回すイヤホンはなかなかない。特に、CXS は、重くて内部空間が少なめの設計になっているせいか、とにかく全体的に音が近く、そして低音のインパクトを頭全体で浴びているような感覚がある。ここまで低音が強いと、他の音域が潰れちゃいそうなんだけど、CRA などで培った、薄型振動板による丁寧な高音域の影響がそこら辺に見えるので、ただ低音が強いだけじゃなくて、低音と高音の両方が気持ち良いイヤホンに仕上がってるぞ。でもって、それだけじゃなくて、こんだけただの凶悪なドンシャリになりそうなバランスながら、ボーカルもしっかり負けてない。良いとか悪いとか、すごいとか雑とかの指標を通り越す、強い音、若干のボーム傾向はあるものの、高音域もパワフルに響くし、低音域はやりたい放題だ。特に、サブベースや、空気の動きのようなものすら体感できるようなド派手なサウンドをお求めなら、CXS は$20で満額回答を出す一本だと思う。特に、CCAHM20 が7mmドライバで、ちょっと KZ っぽい臨場感が意図的に抑えられてる感じがあったので、その後に聞くととにかく聞く、なんか考えるだけ無駄だ、感じろって言われてる気がするけど、音色を分解してみようか。高音域、若干柔らかいものの、金属音などが埋もれる感じはなし、シェルが重めなので、アルミハウジングで期待できるような、わかりやすいキラキラとした音はない。あ、そうだ、ケーブルを変えたら改善するかもしれない。ちょっと、ケーブルを変えて聞いてみよう。銀メッキ線にしただけでも効果がある。リケーブルは必要かもしれない。この状態だと、明らかに高音域がより前面に出てきて、より強烈なサウンドになる。金属音などはシャープすぎる感じはないので、リケーブルは色々試してみた方が良さそうだ。中音域、若干エッジの立った、音量大きめの中音域、ボーカルが高音域、低音域に飲まれることもなく、良くなってると思う。低音域側に圧があるので、臨場感のあるボーカルが聞けるぞ。ただ、細けいことはいいんだよ。とでも言いたげなグツグツ足元で煮えたぎるドライバのパワーを感じるので、美しいボーカルとかを聞いてると、なんかやたら全身の筋肉を膨らませながら歌ってるような印象を受けるんだよな。美しく細いボーカルだと色々音の意味が変わっちゃうので注意だ。そして低音、大体こいつのせい。KZK の中でも、特別圧力の凶悪な音、人気機種の KZZAS よりもさらに分厚いインパクトが、しかも耳の近くで鳴ってる感じがする。強い、近い、熱量すら感じるくらいの近さでボンボンなる。この価格を抜きにしても凶悪なくらい強く、サブベースの空気振動感も、まるで人間の背丈くらいありそうなスピーカーで鳴ってるようなやたらでかいスケール感。しかも明らかに最適な距離を挟んでない状態でな。バランス接続にしようが、熱量と振動感の方が強い。すべてを低音の圧の力で蹂躙していく。それでいて、高音域側は巻き込まれて書き消えるわけじゃなくて、しっかり鳴ってるあたりは、最近の KZK のダイナミックドライバの進歩のおかげなんだろう。分厚くて近い低音は、ぜひ体験してほしい。日本のものに比べて低音が強いと言われている中華イヤホンのその中でも強いと言われる 10mm ダイナミックドライバのその中でも飛び抜けた20磁気回路ダイナミックドライバのその中でも強烈とされる KZK イヤホンの中でも凶悪なのが今回のレジェンダリー 10mm ダイナミックドライバだ。音量を上げなくても、簡単に空気砲でも食らってるかのような圧力を感じることができる。俺が KZ に求めてたのはこういうのだよこういうの。音色の分解のところで触れているように、空間表現はかなり小さい。背面開放のはずなんだけど、特に低音域に関しては金庫室か冷凍室かなんかの中で聞かされているかのような密室近接度低音だ。やはり、こういう割り切ったバランスのイヤホンは、とにかく聞いていて楽しい。KZ が正常な方向に進化していってくれている間に、こういうとんでもない代物を出してくれたのは、本当に嬉しいな。それでいて、これを実現するためには、ここまでの歩みも必要なわけで、確かにレジェンダリーだ。酒場の酔っ払いにからかわれながら話されるタイプの伝説っぽい気がするけど。でも、空気の振動感、という点では、低音でめちゃくちゃ空間が近い低価格イヤホンとしてすでに名前が広まっている。CCZ コフィービーンよりさらにエグい、エネルギッシュな音源を聞くと、酔っ払うくらいの個性の塊。CCACXS はおすすめだ。と、こんなところだな。高級機を並べてるので、てっきり CCACRA プラスのようなお行儀の良い1ダイナミックドライバかと思ってたんだけど、実際 CRA プラス系の音を増やされてもなぁ。と思ってたら、側頭部を思いっきりキックされたような衝撃だった。えっぐい音だぞこれ。暴力的なまでの低音は、使えるシーンが限られるかもしれないけど、低音でトリップできるレベルのイヤホンで、かつうまく作られている。ぜひ、このレビューを聞いてドン引きするのではなく、ワクワクするタイプの人に掴んでみてほしいな。
といったところで今回はここまで、低音が苦手な人は絶対掴んじゃいけない、